約束なのだ。みんな、こんにちはなのだ。こんにちは。前回の動画では広報ナビを BM アクセラに組み込んで動作確認まで進んだのだ。そうだったわね。ただ、あの動画ではそれなりにセットアップしていたようね。そうなのだ。だから今回はセットアップの説明をするのだ。Android とは言ってもいろいろカスタムされているし、かなり癖がありそうね。メタンの言う通りなのだ。だけどその前にちょっとだけ。前回の広報ナビ組み込みで何かやり残したことがあるのかしら。そうなのだ。まずはアンチグレアの液晶保護フィルムを貼るのだ。そういえば投稿者はグレアパネルを嫌がっていたわね。せめてハーフグレアにしてほしかったのだ。反射がひどいと周りの風景が映り込んで視認性が落ちそうね。でもサイズが合う製品ってあるのかしら。メタンの言う通りなのだ。良いサイズの保護フィルムがないから中林の 14.0 インチワイド用液晶保護フィルムを加工して使うのだ。これを切って使うのかしら。そうなんだけど実は幅がちょっと足りないのだ。実測だと広報ナビの液晶は 315mm×130mm ね。寸足らずになるのは黒縁部分だから問題なさそうかしら。メタンの言う通りなのだ。2辺を切るのが嫌だったから幅が多少足りないのは割り切ったのだ。早速切っているわね。カッターで長辺を切って角は少し斜めカットを入れたのだ。これを貼っていくのね。結構ホコリが舞っているわね。メタン、そこは今回無視するのだ。大体の位置を決めてフィルムを剥がして。うまくいくかしら。大丈夫そうね。貼り付け完了なのだ。確かに反射が明らかに抑えられているわね。このあと結構な距離を走ったのだけど明らかに視認性が上がったのだ。タッチパネルへの影響はないのかしら。特に体感できる違いはなかったのだ。グレアパネルが苦手な人は絶対に貼った方が良いと思うのだ。指紋も目立たなくなりそうね。それと触り心地がサラサラになったのも嬉しいのだ。次は液晶ディスプレイのアースを接続するのだ。ハーネスだけではアース接続されないのかしら。メタン、液晶パネルのアース線だけは別途接続が必要みたいなのだ。そんな配線なんてあったかしら。これなのだ。実はこのナビを取り付けた直後は適当に近くのフレームに差し込んでおいたのだ。そうなのね。ボディに固定されているネジにつなげばよいのかしら。そうなのだ。今回アースは助手席側足元から取るんだけどそのままだと端子形状が合わないから A 門のクワガタ端子に交換したのだ。ちょうど今切断したところね。少し配線を延長するのだ。ギボシ端子をかしめてこんな感じで延長したのだ。アースは助手席側に接続だったわよね。ここに接続したのね。他にもアースを取れる場所はいくつかあるんだけど今回はここにしたのだ。次はマイクを装着するのだ。前回は取り付けていなかったわね。純正マイクを転用するのかしら。マツダコネクト側のマイクは残しておきたいから新たに増設するのだ。増設するのね。広報ナビ付属のマイクを外付けするのかしら。いや、頑張って純正マイクと同じ位置に仕込むことにしたのだ。確か純正マイクはオーバーヘッドコンソールにあったわね。その通りでコンソールは左右ハンドルに応じてマイク位置を切り替えられる構造なのだ。つまりマイクを2個つけられるのかしら。メタン、鋭いのだ。今回は左ハンドル側にマイクを仕込むのだ。左ハンドル用の純正マイクを買って追加するのが簡単ね。変換ケーブルは付属してたわよね。そうなんだけど純正マイクは1万円もするし互換品も探した限りで回っていないのだ。さすがに高すぎね。だから汎用マイク用アダプターを作ってオーバーヘッドコンソールに仕込むのだ。それでこれを設計したのね。どんなマイクを仕込むのかしら。古いパナソニックのモノラルピンマイクを使うのだ。ちょうど良い形ね。
アダプターは 3D プリントかしら。そうなのだ。 PA12GB でプリントしてもらったのだ。まずはピンマイクを差し込んで、側面の穴位置間違えたわね。でもうまく収まっているわ。スナックフィットの爪も問題なさそうなのだ。少し緩そうね。テープで固定すれば問題なさそうかしら。そうするのだ。次はコンソールに組み込むのだ。まずは小物入れの中のネジ2本を外して、こんなところにあるのね。前側を引っ張ると外れるのだ。おりゃあ、結構簡単に外れるわね。そうしたらルームランプとマイクの配線を取り外すのだ。マイクコネクタは結構硬そうね。初回分解時はマイナスドライバーで爪を押さえると抜きやすいのだ。これでコンソールが外れるから早速マイクを差し込んでみるのだ。目論見通り装着できると良いわね。あれ、マイクアダプタの設計ミスったのだ。完全には固定できていないのかしら。騙されたのだ。いや、単にボンミスだわ。ぐぬぬ。とりあえずこのまま進めるのだ。気を取り直して配線はどうするのかしら。こんな感じで配線を天井トリムの前側に引き出して、これができたらコンソールを元に戻して OK なのだ。マイク配線はどのくらい必要なのかしら。今回は 1.5M の延長ケーブルを使ってマイクのコードは 1M あるから全体で 2.5M 必要なのだ。思っていたより長い配線が必要なのね。コンソールを取り付けたわね。ネジ止めも忘れずに。次はさっき引っ張り出した配線を天井トリムの縁に押し込むのだ。内装剥がしヘラを使うのが良さそうね。次は A ピラーに配線を通すのかしら。そうなのだ。だけどエアバッグ付きピラーだから少し面倒なのだ。まずはツイーターのカバーを外すのね。そうなのだ。次にウェザーストリップを外すのだ。思っていたよりウェザーストリップが外しにくそうね。無理に引っ張って傷めない容器をつけた方が良いわね。メタンの言う通りなのだ。ウェザーストリップがずれたら A ピラーを手前に引っ張るのだ。あら、途中までしか外せないのかしら。そうなのだ。エアバッグ展開時にトリム吹っ飛び防止のロックがあるのだ。ファスナー3箇所のうち一番上の1個に脱落防止機能がついているからこれを解除するのだ。外すにはここのロックをひねって解除すれば良いのかしら。今回はその方法で進めるのだ。無事外れたようね。カバーが外れたら元のハーネスにマイク配線を固定するのだ。こんな感じで配線したのだ。 A ピラーから下はどう配線するのかしら。他の配線と一緒にダッシュボード下に通せるのだ。最後に A ピラートリムを元に戻すんだけど、さっきのロック付きファスナーをフレームから外してトリムに取り付ける必要があるのだ。ここにある爪を起こせば抜けそうね。そうなのだ。上下両側にあるから小さいマイナスドライバーで起こせば外せるのだ。外したのがこれね。ロック状態にしてトリムにはめ込んでおけば良いのかしら。そうなのだ。こんな感じで A ピラートリムに取り付けてからフレームに取り付けるのだ。トリムの下側が入れづらそうね。角ファスナーの位置を合わせたら A ピラートリムをはめ込めば OK なのだ。結構思い切りよくやっているわね。結構硬かったのだ。一応脱落防止が機能するか確認するのだ。問題なさそうね。あとはウェザーストリップとチーターカバーを元に戻せば良いわね。そうなのだ。ここまでできたらあとはマイクの動作確認なのだ。きちんと動いてくれると良いわね。へい Google、 何か面白いこと言って。こんなのはどうでしょう。とりあえず音声認識は問題なく動きそうね。マイクの設置はこれで完了なのだ。誰かって。最後に GPS アンテナの配線を変更するのだ。前回の配線に何か不具合があるということかしら。そうなのだ。前回は配線をコイル状にまとめたんだけど、特に GPS は信号が減衰して測位に影響するから、それを改善する作業なのだ。
純正のケーブルは細くて耐ノイズや減衰に弱いということかしら。メタンの言う通りなのだ。特に GPS は極力配線を短くした方が良いみたいなのだ。で、4G、GPS どもに本体とアンテナケーブルの接続は SMA で少し作業が面倒なのだ。いわゆる同軸コネクタね。SMA のコネクタは Amazon で買っていたわね。そうなのだ。とりあえず試してみるのだ。SMA コネクタの接続はどうするのかしら。特殊工具が必要じゃないかしら。確かにカシメ工具が必要なんだけど、激安工具があったからそれでトライするのだ。それで早速 GPS のアンテナケーブルが切断されているわね。そうなのだ。GPS アンテナのケーブルはかなり余裕があって、その余剰分をカットしたのだ。次にだいたいこんな寸法で芯線、絶縁チューブ、変素チューブを切断するのだ。芯線に予備ハンダをしてコンタクトと芯線をハンダ固定するのだ。ハンダ作業が必要なのね。コテの電源はどうしたのかしら。グッドの電池式ハンダ固定を使ったのだ。これは良さそうね。次はコンタクトに予備ハンダをするのね。そうなのだ。芯線を固定できれば OK だから、ちょびっとハンダが乗ればよいのだ。とりあえずそれっぽくできたわね。そうしたらフェルール、スリーブを先に入れてからボディにコンタクトを圧入するのだ。圧入できたようね。変素チューブをボディに固定するためにフェルールがあるのかしら。そうなのだ。変素チューブの長さをボディのローレット部に合わせてカットして、フェルールをボディにかぶせてかしめたら完了なのだ。ここで例の激安工具を使うのね。とりあえずうまくできたようね。効果はどの程度あるのかしら。 GPS は体感で明らかに違いがあって、条件の良い場所での誤差が1から3メートルに縮小したのだ。衛星補足数も20以上になって信号強度も上がっているわね。これでハードウェアの作業は終わりなのだ。次は細かいセットアップを進めるのだ。前回はかなりはしょっていたわね。そうなのだ。今回は少し細かく説明するのだ。まずは言語設定なのだ。設定画面を呼び出して右から2番目にあるアイコンを押すと、上の方に言語と入力が出てくるから、そこから日本語を追加できるのだ。初期は英語だけだったわよね。そうなのだ。最初の段階で日本語を有効化した方が何かと楽だと思うのだ。次は一つ前の画面のアカウントから Google アカウントを設定するのだ。アクセラ専用のアカウントを作っていたわね。そうなのだ。メインアカウントに何か悪影響出ても困るから独立させたのだ。次は位置情報の設定なのだ。ここは Wi-Fi と Bluetooth の両方有効化したのだ。次は左から3番目のアイコンを押してバックライトの設定をするのだ。スモールランプ調整になっているわね。これはライトをオンしたら画面が暗くなるよという意味で、時間調整にも切り替えられるのだ。日の出日没の時間で輝度が変わるのかしら。未検証だけど多分そうなのだ。実用上はスモールランプ調整にするのが良いと思うのだ。なるほど。これで通常時とライト点灯時の明るさを設定できるのね。オートライトに対応するのかしら。オートライトでも問題なく切り替わるのだ。ディスプレイの明るさはどうやって調整するのかしら。設定画面の左から2番目のアイコン、次にディスプレイを押して、明るさのレベルを押すと昼間・夜間の明るさを設定できるのだ。今回は通常時は最大輝度、ライト点灯時は最低輝度で運用しているのだ。あとは運転席の位置を右ハンドルにして、次はナビアプリ設定なのだ。これはコマンダーのマップボタンを押すと呼び出すアプリを決めるのだ。好きなナビアプリを設定できるのは良いわね。今回は Google マップに設定したのだ。次は SIM 設定なのだ。 SIM はスロット2で認識されるのね。そうなのだ。 USB ハーネスに SIM スロットがあるからそこに差し込めば OK なのだ。 APN はどこから設定するのかしら。他からモバイルネットワーク、詳
詳細設定を開いてアクセスポイント名から変更できるのだ。ここまでを一通り設定すればとりあえず使えるようになるのかしら。メタン、まだなのだ。まずはエンジニアモードを呼び出すのだ。いや、何言ってるかよくわからないわ。メタン、エンジニアモードは UIS7862 で呼び出せる詳細設定アプリなのだ。これを呼び出す理由は GPS の設定変更なのだ。普通は呼び出せないということね。GPS に何か問題があるのかしら。メタン、もちろん標準設定でも使えるんだけど、もう少しスムーズな即位ができるようにするのだ。まずは Google の電話アプリを入れて T-PAD でコメシャープコメシャープ83781シャープコメシャープコメを入力するのだ。これがエンジニアモードね。確かにいろいろ細かい設定ができそうね。そうなのだ。まずはロケーションタブから SGPS。GPS タブのまま少しスクロールすると出てくる SLP アドレスの設定を supl.google.com に変更するのだ。この設定変更は何を意味するのかしら。まず GPS はネットワーク上にあるサーバーから即位を補助するデータを取得する技術を指すんだけど、補助データを取得するサーバーを中国の千寻位置网络有限公司のサーバーから Google のサーバーに変えているのだ。確かにより短時間で接続できるサーバーに変えた方が良いわね。最初は GPS をつかむのがかなり遅かったけれど、これが原因だったのかしら。多分そうなのだ。即位補助データを素早く取得できていなかったみたいなのだ。他にも設定変更する箇所はあるのかしら。まだあるのだ。次はインフォメーションタブの一番下にモード&システムコンフィグという項目があって、 GPS たす BD に足すガリレオに設定変更するのだ。この設定変更で何が変わるのかしら。中国の北斗 EU のガリレオ、日本の導きの信号を受信できるようになるのだ。なるほど、その代わりにグロナスを受信しなくなるということね。そうなのだ。日本ではグロナスより北斗や導きを掴んだ方が使い勝手が良いのだ。おまけ程度にボタンというアシスティブタッチもどきの使い勝手が良いのだ。ショートカットアイコンをすぐ呼び出せるのは良いわね。ドロワー画面の中のボタンを押せば設定ができるから、試しに使ってみるのも良いと思うのだ。少し特殊な設定としてアプリケーションセッティングがあって、スタートアップアプリを設定できるのだ。ディープスリープに入ると大体のアプリが終了するから、復帰時に立ち上げるアプリを設定する項目ということね。その通りで、アシスタントとかナビアプリを設定するのが良いと思うのだ。最後に Android Auto を使う場合は USB デバイススタートからカーリンクを選択して、スマホを広報ナビの USB に接続すればリンクできるのだ。きちんと映ったわね。ただ解像度が少し荒く見えるわね。解像度を含めていろいろ要検証なんだけど、今回はとりあえずリンクするところまでなのだ。追加情報があれば次回紹介するわね。これで必要な初期設定は完了かしら。そうなのだ。あとはおのおの好きなアプリを入れると良いのだ。これはアプリの動作確認結果かしら。そうなのだ。そこまで詳しくは検証していないから参考程度にしてほしいのだ。ここからは少し詳しいレビューをするのだ。前回の動画の補足も兼ねて説明していくのね。そうなのだ。まずマツダコネクトの構成はこんな感じになっていて、広報ナビを追加するとおそらくこうなるのだ。なるほど、基本的にはマツダコネクトの外側に追加するような構造なのね。そうなのだ。だから広報ナビを設置した後もマツダコネクトは通常通り稼働するのだ。そうなるとコマンダー操作はどうやって読み取っているのかしら。コマンダーと MCU は隣接続されていて、ここにどうにかしてうまく割り込みしているようなのだ。そうなのね。それ以外は車側のシステムとの接続はないのかしら。メタン、CAN にも介入していて、ドア開閉やライト点灯などの情報を得ているようなのだ。音声出力はどうしているのかしら。
音声はマツコネのチューナーアンプユニットの AUX 配線に割り込んでいるのだ。だから LINE に接続している機器と同じ扱いになっているのだ。ということは一旦マツダコネクトのアンプを介して音を出すのね。そうなのだ。最終的なスピーカーの制御はアンプユニットがするから。マツダコネクトからアナウンスされる ETC や交通情報は今までと同じように聞こえるのだ。全体的にマツダコネクトへの介入は最小限になっているようね。マツダコネクトの画面を呼び出すときはどうなっているのかしら。広報ナビを経由してマツダコネクトを映しつつ、タッチパネルの操作情報を変換してマツダコネクトに送っているようなのだ。マツダコネクトへの悪影響はないのかしら。基本的にはないのだ。ナビや ETC、電話のハンズフリー機能も問題なく動作しているのだ。ただし投稿者のアクセラは DVD やテレビは未装着、非坊主、レトロフィットキット組み込みなしの最初期最低限スペックである点に留意すべきね。次は前回の動画で出した長所短所を具体的に説明するのだ。まず長所は前回の動画で述べた通りで、大画面、マツダコネクトと共存できるコマンダー、ステアリングスイッチを使える Android が動くなのだ。これを実現できるのは広報ナビが唯一であるし、非常に魅力的な製品と言って差し支えないわね。一方で欠点や制約も多くあって、まずは即位がほぼ GNSS に限られる点が挙げられるのだ。ジャイロやコンパスはないのかしら。メタン、この通り何もないのだ。Wi-Fi と Bluetooth ビーコンで補助はしてくれるんだけど、 GPS 信号が得られない場所はほぼ無力になってしまうのだ。そうなのね。CAN から車速やステアリング角度を取得して簡易的な加速度、ジャイロセンサーにできれば大幅改善できそうね。そうなのだ。ここはメーカーに頑張ってほしいところなのだ。次は微妙な不具合で具体的に運んだ症状があるのだ。ステータスバーがクラッシュするのね。そうなのだ。これはシャットダウンアプリを使って再起動することで対処しているのだ。 Bluetooth 周りにも問題があるのかしら。そうなのだ。Android スマホはペアリングできたんだけど、外部 GNSS のドロガーは初期設定だとペアリングできないのだ。基本的にはスマホをリンクさせることを目的としているみたいだから、意図的に制限している可能性もあるのだ。次は操作面ね。具体的にはどんな不具合があるのかしら。まずはコマンダー側のボタンで呼び出す音楽アプリを指定できない点なのだ。これは地味に困るわね。一番最後に立ち上げた音楽アプリをフォアグラウンドに切り替える挙動をするんだけど、たまに標準の音楽プレイヤーが呼び出されてしまうのだ。ナビアプリのように割り当てるアプリをユーザーが変更できると良いわね。次はコマンダーとステアリングスイッチの反応が鈍い点なのだ。マツダコネクトの時より 1.5 倍くらい長い時間を押さないと反応しないことが多いのだ。そうかしら。前回の動画では普通に動いているように見えたわ。ボリュームノブとコマンダーノブの操作で顕著に違いが出るのだ。確かに素早く回転操作した際に入力を読み飛ばすような挙動になるわね。この現象はマツダコネクトでは起きないから、後方側で入力信号を読み取る際の問題だと思うのだ。これはステアリングスイッチでも同様なのだ。この通り進むボタンを押しても次の曲に行かないことがあるのだ。少し長めに押せばきちんと反応するようね。そうなのだ。慣れれば良い話なんだけど、切り替え直後はかなりストレスだったのだ。次はコマンダーダイヤルの問題なのだ。マツダコネクトと同様の挙動ではないのかしら。上下左右入力は曲送り、戻し割り当てで、回転は多くのアプリで機能しないのだ。回転は拡大縮小、ダイヤル上下左右入力でスクロール入力ができると良いわね。アプリクラッシュはどういった現象かしら。これは2週間に1回くらいの程度で、エンジン始動後少し経ってアプリが落ちる現象なのだ。あまり頻度は高くないけど、地味に気になる不具合と言えるかしら。そうなのだ。立ち上がっているアプリすべてが強制終了するのだ。発生時はアプリを立ち上げ直せばよいし、裏でアップデートがかかっているのが原因の可能性もあるけど、地味に困るのだ。そういえばプレイストアからアプリのアップデートをする場合も
似たような挙動をするわね。この点は動作の安定性という意味では改善してほしいわね。タスクキルはどういう問題かしら？これは特定のアプリ以外はディープスリープに入った時点でタスクキルされてしまう問題なのだ。だからナビアプリは案内が解除されたり、音楽ソフトはすぐに再生再開できなかったりするのだ。スリープ毎度に毎回アプリを立ち上げ直すということね。それは使い勝手悪いわね。ここは回避策を検証中で、効果があったら次の動画で紹介するのだ。次はタッチパネルのジェスチャーの初期設定が少し特殊で、ナビの地図をいじっている時に誤認識する点なのだ。マップを動かす際に音量が変わってるわ。設定変更はできないのかしら？多分そのままではできなくて、内部の設定ファイルを直接変更する必要があるのだ。これも回避策がうまくいけば次回紹介するわね。次の自称 Android 12というのはどういうことかしら？端的に言えば Android 10を12っぽく見せているだけだったのだ。デバイス情報は Android のバージョン12になっているわ。メタン、ビルド番号は Android 10のままで、アプリによっては完全に Android 10認定されるのだ。実は中身が結構古いままなのね。ただアプリのバグフィックスはしているようだから、Android バージョンを変にごまかす必要は全くないと思うのだ。最後はハードウェアね。 GPS の配線、本体を投げ入れる構造はすでに紹介したわね。この他には液晶パネル周りが華奢なのが気になるのだ。タッチ操作で液晶パネル自体がかなり動くわね。購入した個体の液晶パネル自体もこんな感じで右上部が少し浮いているのだ。パネルの接着が不十分なのかしら？おそらくその通りで、実用上は問題ないけど、気づくと気になるポイントになってしまうのだ。総評としては、唯一無二のマツダコネクト向け社外ナビという点を非常に高く評価したいのだ。ただし、ポン付けで使う前提の人には全く向いていないと言わざるを得ないのだ。セットアップでいろいろと設定が必要なのがマイナスポイントね。そうなのだ。微妙な不具合や仕様が散見されるし、対処にはそれなりの知識が必要なのだ。いわゆる国産ナビのように取り付けてもらえば終わりではないということね。そもそもディーラーや量販店でも取り付け対応してくれないと思うし、何か問題が出た際はメーカーとやり取りしたり、自分で分析して対処しなければならないのだ。逆にそこさえ解決すれば使い勝手の良い製品になるのかしら？そう思うのだ。前回含め指摘した不具合点は解決が難しい問題ではないと思うから、もう少し頑張れば販売の裾野を広げられると思うのだ。端的にまとめるとこんな感じかしら？そう思うのだ。次回はもう少し踏み込んだカスタマイズを紹介するつもりね。この動画で出た不具合の一部は対処できると思うから、うまくいったら共有するのだ。次の動画も見てくれると嬉しいわね。それじゃあ、バイバイ。また会いましょう。